ヤッホーみんな息してる。息しかしてない時までです。今日は憂鬱な月曜日をリブートするための5つのヒントという話をしていきます。結構月曜日って憂鬱じゃないですか。僕は今全然憂鬱じゃなくてむしろハッピーなんですけど、会社員時代憂鬱でしたね、むちゃくちゃね。ものすごい憂鬱でした。で、やっぱり満員電車とかになると東京だと余計にね、なんかみんな憂鬱な雰囲気が漂ってるんですよ、街中に。で、それでますます憂鬱になるし、で、それで天気悪かったりするとね、またさらに落ち込んでったりとか、そういうことがあったりして、で、会社員時代っていうのは僕はその月曜日をちょっと有給全部使ってみようみたいな感じにして、月曜日を毎日有給にしてみたり、いろんな方法を試しました。でもね、それはそれでね、結局その月曜日を有給にしたところで、今度火曜日が憂鬱になるんですよ。で、やっぱり仕事が溜まるじゃないですか。休みの時にいろいろメールが増えてたりとか。で、そういうので余計に負荷がかかって、今度火曜日が憂鬱になるから、拉致開かないなっていうね。そういう感じで結構ね、憂鬱だったわけですけども、その時からいろいろね、いろんなことを試してきて、で、今も続けていることについて今日話していければと思います。で、今はね、逆にハッピーなんですよね、月曜日ね。なぜなら、やっぱりちょっとリフレッシュした感じで、月曜日が新たに始められるっていうところがあって、特に堕落的な土日を過ごした、週末を過ごした月曜日なんかは、自分のね、正しいルーティーンに戻れるっていう気持ちだったりとか、自分のディープワークをさらに深めることができる、クリエイティブに集中できるっていうね、ことがあって、ものすごいハッピーな気持ちになります。あとは全体的に社会が動いてるので、単純にその街が空いてるっていうね、そういうハッピーさもありますね。ホワイトボックスで大体僕仕事してるんですけど、やっぱりカフェとかでね、いろいろ仕事をすることも多いです。で、カフェもやっぱ空いてるんで、平日はね、そういうわけで結構自分にとっては嬉しいと。で、月曜日は新たなスタートみたいなところもあって、今はすごくね、ハッピーな感じで取り組めています。でもやっぱり落ち込みがちな人もいると思うので、ぜひヒントになれば幸いです。一つ目は有酸素運動ですね。はい。今日ね、私も走ってきました。5キロ。朝。はい。で、有酸素運動がやっぱり効きます。これがもう月曜日、新たな週をリブート、そして憂鬱を吹っ飛ばすのに最適です。で、やっぱり憂鬱、落ち込む気分っていうのは、心とか、精神的な問題ですよね。で、精神的な問題を精神で、心で解決するっていうのはなかなか難しいんですけど、結局その心っていうのは脳に紐づいていて、脳というのは体の機能に紐づいているので、体を無理やりですね、運動して、起こすことによって、それで引っ張られて、気分が向上するってことが起きます。これはもう科学的にも研究されて、もう証明されていることですし、自分の実体験的にも、このね、有酸素運動をするっていうことが、気分をね、よく保つってことにすごくね、効いてると思います。で、スウェーデンの精神科医にアンダース・ハンセンって方がいますけど、彼もね、精神科医にカウンセリングに行くくらいだったら、ランニングをしろっていうね、そういうことを言ってたりします、本で。だから基本的にポジショントークで大体その精神科医の人たちは精神科にね、カウンセリングに来なさいっていう立場なんだけど、そういう立場の人が、そういうポジショントークしがちな立場の人が、ランニングの方が効くって言ってるんですよ。これだからもう本当にもうそれが効くってことで。やっぱりどうしても走り始めとかはちょっとね、取り掛かりづらいなとか、休んでいたからそこから急に体を動かすのきついなって思うんですけど、それは最初だけで、それさえ乗り越えてしまえば、もう1キロぐらい走った時点で、もう 6分か7分ぐらいにはもう気持ちよくなってます。で、もうそこからどんどん気分は上がってきます。で、それを30分ぐらい続けた後にはもうすごいね、いい感じの疲れがありながらも、次のことに取り掛かろうみたいな、やる気が出てきて、すごくね、いい循環が生まれます。で、もちろんその筋トレとかもいいと思うんですけど、やっぱりその脳とか、気分を緩くね、向上させていくには、有酸素運動が効果的だとされています。でも月曜からそんな走る時間ないって思うじゃないですか。で、そういう方は、もも上げ運動ですね。その場ランニングみたいなものを、だいたい10秒から15秒ぐらいを3セットから5セットするといいと言われています。それでも大体ちょっとね、気持ちが上がるっていうか、心拍数がちょっと上がるような感じになるんで、大体時間もね、1分とか2分しかかかりません。で、それは始業前だったりとか、休憩中とかにもできるので、そういうことをやるだけで、ちょっと気分が良くなります。で、またね、ちょっと仕事して落ち込んできたらもう一回それをやると。で、そういうふうに細切れにして、ちょっとした運動を行うことによって気分が向上していきます。で、2つ目は、ネスカフェゴールドブレンドを飲むですね。私がもういつも飲んでるやつです。
コーヒーっていうのは気分を上げるような作用があります。それはまずカフェインが入っているっていうこと。で、クロロゲンっていうね、物質も入っていて、抗酸化作用があります。あとはその香り成分、アロマも入っているので、そういうふうに心身的に向上させてくれる成分が入ってます。なので、気軽にね、気分転換になるし、いい感じに朝をスタートすることができると。で、これコーヒーじゃなくても、何でもいいと思うんですよ。自分が好きなもの。つまり、月曜日にご褒美を与えるっていうことです。これはちょっと脳を騙すような効果もあるんですけど、だから月曜日だからちょっと我慢しようっていう方向じゃなくて、月曜日だからこそ自分に小さなご褒美を与えるっていうことです。もうこれ本当に何でもよくて、自分のオフィスの近くにあるちょっと美味しいコーヒー屋さんに行ってみるとか、ちょっと月曜日のランチは少し豪華にしてみるとか、そういうね、楽しみを一日の中に設けると、それによって今日を頑張るっていうね、そういう風ないいループに入ることができます。あとはもう帰り際にコンビニのスイーツを一つだけ許すとかね。本当はその砂糖っていうのは立った方が良くて、で、これ習慣化しすぎると逆にその糖分の取りすぎっていうのは取った後は上がるんですけど、それが切れた時にドンとくるんで、糖分の取りすぎ、血糖値のアップダウン、上がってんの下がってんのみんなはっきり言っとけみたいな感じはやんない方がいいんですけども、でもそれでも落ち込みすぎてその精神が病んでしまうよりかは、そういうところをね、ちょっと少しでも使って、保っていくっていう方が総合的にはいいかなと思いますね。なのでその月曜日だからこそ我慢して頑張るのではなくて、楽しむっていうね、楽しむっていう方向性にちょっと舵を切ってみてください。三つ目は、作業集中モードを作るです。はい。これはもう僕は今でもやってます。で、基本的にもう毎日のことなんですけど、ディープワークのルーティーンの中で、やっぱり自分はデスクで仕事をすることが多いので、デスク環境を作業集中できるようなモードにしておくってことですね。自分の中での最近のお気に入りは、インイヤーモニターですね。有線のイヤモニと、HHKB のキーボード、そして音楽ですね。これだけです。この3つがあれば、自分はいつでも集中モードに入れるっていう風な空間を作ってます。で、この間詳しく作業環境の紹介しているので、もし気になる方はそちらを見てみてください。で、あと作業環境っていうとそういう風な自分のお気に入りの道具とかを使って集中できるモードを作るっていうのが一つと、で、もう一つは綺麗にね、ちょっと掃除をして整えるっていうね、そういう感じです。はい。掃除にちょっとハマりすぎて、それで仕事が全然進みませんっていう状況になりがちなんですけど、軽く掃除するだけでもデスクが整って、それで仕事がスムースに進むっていうことが起こりますのでね、ちょっとね、掃除から始めてみるっていうのもいいかもしれません。で、音楽かけるときはやっぱりそのテクノとかクラシックとかジャズとか、ノンボーカルのものの方がいいですね。これは自分の実体験からも言えることで、昔同僚でね、アメリカ人とドイツ人のエンジニアの方がいたんですけど、で、彼らにどういう風な音楽を聴いてるのかって聞いた時も、一瞬でテクノっていうね、そういう回答してきたんですけど、僕も結構テクノミュージック昔から好きなんで、お気に入りのプレイリストなんか作ってずっとテクノ聴いてます。で、そういう自分の集中モードみたいなものを作ると、それを聞いただけで体がもう反応して、自動的に集中モードに入るっていうね、そういう風な状態を作れます。はい。なのでちょっと最初は設定に時間がかかるかもしれませんが、ちょっと集中モードを持ってない人は作ってみる、考えてみるっていうのはいかがでしょうか。4つ目は、小さく作る。何かを作るです。はい。これはクリエイティブをちょっとやるってことですね、自分のね。で、というのも、やっぱりその月曜日っていうのはいろんなその仕事が溜まっていて、どちらかというとそのメールを返信しなければならなかったり、アポイントの調整をしなければならなかったり、週の半ばにあるミーティングの資料作成だったりとか、そういう作業的なものが結構ね、溜まってたりとか、たくさんあるなって感じることが多いと思うんですよね。で、だからこそその作業ではなくて、クリエイティブなものを入れてみると。そこに挟んでみると。で、それは本当にもう小さなものでよくて、写真を撮るとか、絵を描くとか、イラストを描くとか、簡単な文章を書くとか、日記を書くとか、あとは料理が好きな人は料理をするとかですね。そういうことだけでもクリエイティブな満足感が得られます。で、料理もやっぱりどうしても単純作業みたいなものになりがちなんですけど、シンプルなものでも自分がそれをね、創造的に作るっていう気持ちで立ち向かえば、結構ね、クリエイティブっぽくなるんですよね。結構フライパンがある環境とかではサニーサイドアップみたいなものを作るんですけど、その火加減とか、油の馴染み方とか、味付けとか火の通り方、そういうものを気にするだけで、ただの目玉焼きをちょっと今日はフレンチスタイルにしてみようとか、そのしっとりしたものを作ろうとかね。で、そういうふうなその自分の楽しみだったりとか、その作るね、行為みたいなところにアップデートできるので、そういうふうに小さなものでも何か作ってみるっていうのは、作業とかタスクが多い週の始まりだからこそ、カウンターとしてね、あと脳のちょっと切り替えとか、そういうものとして効いてくることがあります。で、5つ目のヒントは、to do のミニマル化。はい。これタスクのミニマル化を行うっていうことです。
で、これ大体、さっきも話しましたけど、月曜日っていろんなやることが山積みになるじゃないですか。で、トゥードゥリストとか作っている人たちはもうそれによって圧倒的なものに圧倒されて何から手をつけていいのかわからないということになりがちだと。で、to do をだからミニマルにして、もう何か一つだけ今日はやるって決めてそれに取り掛かるっていうことです。でもちろんこれは仕事の内容とか状況によってもう一個だけじゃ無理ですよって方もいると思うんですけど、でも自分の中でね、それをうまく調整することができれば、何か一つを行うっていうことはすごくね、それだけで満足感と達成感につながります。もうとにかくその人のこととか考えない、もう他人と比べたりしない。で、自分がやることだけを自分が決めたことを達成するっていうね、それができれば自己肯定感も上がって、自分の満足感も上がって、達成感みたいなものが出てきます。で、最初に一つだけって決めるのは、これはその儀式というか、ゲームみたいなもので、実際はその勢いづけみたいな裏テーマがあるんですよね。だから別に一つだけ決めてやったところで、それが余裕を持って終わらせることができたら、他のこと全部やっていいんですよ。それから。だから全部取り掛かっていいと。だから最初の勢いでみんなつまずいて、なんか憂鬱だなでやれないってことになるので、最初の一つだけって決めてそれをやって、で、そこから気分が良ければ、そのまま全部終わらせることができると。むしろその勢いづいて全てを終わらせることができるみたいなモードになる人もいます。でも本当に一個しかできないなみたいな気分の人はもう一個だけをやると。一個だけやってそれを終わらせたら、もうあとはもう休息として使うってことですね。土日の延長線みたいな感じで、ちょっと休みの延長として、月曜日を使う。で、一つは最低限終わらせているので、仕事もしたという実感も得られていると。で、あとは休むと。これ結構怠惰というか怠けてるように見えるかもしれないんですけど、一個終わらせるってことはすごいことで、それを終わらせてるってことは、またその次の日を軽やかにつなぐブリッジになるんですよ。だから月曜日をうまく過ごすことができれば、火曜日にスムースに入っていけるんですよね。逆にその月曜日で全てやって疲弊してしまうと、火曜日が辛くなります。また辛いって。で、新しい仕事どんどん降りかかってきて、タスクもたくさん増えて、火曜日からも辛くなるっていうことになるので、月曜日のタスクはミニマル化して、きちんと決めて、で、休息をしながら火曜日に向かうっていう風なイメージ。だから、そのタスクを終えたら一番最初に話したようなその有酸素運動をやるとか、体を動かすとか、ちょっとクリエイティブなことに時間使うとか、そういうところに振り切ってもいいと思うんですよね。だからタスク、仕事はシンプルにしておいて、その他の時間のことに有効に使って、そして自分のエンジンというか週の歯車をゆっくりかけていくっていう、そういう風なイメージです。はい。ということで今日は5つ、憂鬱な月曜日を乗り切るためのヒントみたいなものをお送りしてきました。で、自分はもう会社もクライアントワークも手放しているので、それでも月曜日は来るので、自分の事業の中でですね、そういうふうなことを試しながらスムースに仕事が回るような工夫をしています。で、今回の話の深掘り記事は自分のジャーナル、コアメンバーシップの方で書いてますので、興味がある方はそちらも見てみてください。で、毎週土曜日には近況報告とか、ジャーナルのサマリーとか、最近読んでる本とかね、そういうものを書いたレターを発行しています。で、こちらは無料で登録できますので、ぜひ登録してみてください。で、ポッドキャストも最近動かしています。いつも最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。